今回の動画では新たに実装されるオペレーター。ほら、工事計画書とデータの照合表だ。なぜそんな顔をしている？私の一日と君の一日は同じ長さだ。私が一方的に君のために働く理由はない。補助オペレーターナスティの紹介及び解説を行っていきます。はじめまして。LINE 生命エンジニア科主任、ナスティだ。君のことをよく話題に出す同僚が何人もいる。会えて嬉しい。コードネームナスティ、本名ナスティ・ルノレイは LINE 生命エンジニア科の主任を務める人物で、ロドスとはサリアの紹介を経て長期協力協定を締結。エンジニア部の特別顧問としてロドスの数多くのプロジェクトに技術支援を提供しています。ナスティはロゴスと同じサルカズのバンシーであり、以前はバンシーの王帝の一員でした。幼少期はカズデルで過ごしていましたが、バンシーであり、カズデルの先の大戦にも参加したフアイラに養子として引き取られ、その後は大戦によって傷ついたバンシーたちが住まうバンシーの谷で過ごすことになります。しかし、フアイラはナスティがバンシーの谷がサルカズが繁栄する地ではないと気づくことを恐れ、まだ幼かった彼女をあえて周囲から隔離し、同時にバンシーの武術を教えずに育てました。しかし、ナスティはそれでもバンシーの谷はサルカズにとっての約束の地ではないと確信し、谷を離れることに。その後は各地を転々とした後にクルビアへとたどり着き、クリステンの勧誘を受けて LINE 生命に加入。天才的な手腕を発揮して独力でエンジニア科を創設して主任となり、LINE 生命本社などの設計を行いました。その後は個性での出来事からもわかる通り、クリステンの計画に秘密裏に協力。彼女が考えるサルカズの約束の地である空中浮遊都市の実現に向けて様々な形で構想を練り上げています。ナスティは LINE 生命の主任の中ではあまり表に出ることがない人物で、特に概念的な存在ともいえるクリステンや友人の多いミルジス、厳しいとされるフェルディナンド、冒険家からの高い支持を受けるマリアムと比べると、現場を渡り歩き、めったに姿を現さず、仮に姿を現しても寡黙を貫くため、話題にしようにも話題がない人物でした。そんな中、ミルジスがとある住宅改造バラエティ番組を熱心に見ているのを生態科の若手研究員が目にしました。多趣味であるミルジスですが、さすがに他人の家をリフォームする番組まで趣味だとは聞いたことがないと思った研究員は調べたところ、ミルジスが注目していたのは番組というよりも匿名のゲストの方であることが判明。そのゲストは前衛的かつ大胆なデザインを作り出す人物で、ミルジスはその人物の出演シーンをあろうことかナスティに送りつけたのです。LINE 生命内ではこの出来事は一つの波紋を作り出しました。地味で実務的、寡黙で妥協を許さないナスティと前衛建築の代弁者という肩書きがどうしても結びつかなかったのです。その後、調査を続けると、どうやら当初は人事課のやらの実績作りとして出演しただけだったようですが、現在はその面白さにナスティ自身が気づき、自ら数シーズンの契約を更新したのだとか。エンジニア科は他の科と比べると実験予算が限られているようで、ナスティは独創的な家を作るための資金を出してくれるのならという形で参加しているのかもしれません。なお、エンジニア科は他の科に対して肯定支援を提供し、各科の要求を満たす方法を考える科であるという関係上、他の科と比べると地味ではありますが、最も多忙な科であるとのこと。そのためか、他の科の主任をよく観察しているようで、ミルジスには弱みを握られると面倒くさい、サリアには重度のこだわりがある、ドロシーは守るべき人が多すぎる上に成し遂げたいことも多すぎるがゆえに多くのものを失う可能性があるため、エネルギー設備と緊急装置は最高水準で研修して、暗にこちらからセーフティーを張ってやる必要があると考えている様子。フェルディナンドに関しては要求が多く、傲慢で最悪だと愚痴ってはいますが、実現可能性の検証がなされた上で要求してくるので、仕事は確かだとある程度は認めているようです。裏側から LINE 生命を支え続けているという点から見れば、クリステンがいなくなった今、LINE 生命の手綱を握っているのはある意味ではナスティなのかもしれません。ナスティは交渉タイプの補助オペレーターで、充電式の SP チャージや高台の建設などで味方のサポートを行うという、これまでになかった形で戦闘支援を行う性能を有しています。
潜在強化による強化内容は、コストマイナス1、再配置時間マイナス6秒、攻撃力プラス25、素質に強化、コストマイナス1となっており、ナスティの性能を大きく強化するような潜在強化はなし。ナスティ自身、火力出力がメインとなるオペレーターでもないので、他のオペレーターと比べても潜在強化の意義はかなり薄いタイプであると言えるでしょう。素質1は交渉の基礎素質である支援装置が使用可能になるという効果。ナスティの場合はスキル効果によって支援装置の効果が大きく変化するので、実質的に3つの効果を持つ素質として機能しています。素質にはナスティは常に 10% の加護を獲得。遠距離攻撃ができる敵ユニットが出現後、10% の加護効果は 15% に強化され、効果対象がナスティだけでなく、高台の味方オペレーターまで拡大。さらに6秒に1回 SP を1回復する SP ブーストも追加されるという効果。配置時点でナスティは 10% の加護を獲得。ただ、実質的なパッシブ効果だからか、特にエフェクトなどの変化はありません。ステージ上に遠距離攻撃ユニットが出現すると、加護効果は 10% から 15% に上昇して、効果範囲が高台オペレーターまで拡大。さらに6秒ごとに SP を1回復するようになります。この効果が発動すると、対象オペレーターすべてに星のようなエフェクトが表示されるように。そして、この効果上昇は遠距離攻撃ユニットがステージ上からいなくなっても継続し、ナスティが撤退するまで解除されることはありません。また、高台オペレーターは実質的には高台マスに配置可能なオペレーターを指すので、地上と高台両方に配置できるエラのようなオペレーターは地上に配置した場合でも素質の効果を受けることができます。つまり、どこに配置したかではなく、どこに配置できるかが対象の判定となっているので、高台オペレーター、特に口述するスキル3によって生成される、高台に配置されるオペレーターを強く意識した素質と言えるでしょう。スキル1は支援装置の効果が支援装置の前方にいる味方の防御力を上昇させる効果に変化。スキル発動中はナスティの攻撃力と防御力が上昇。ブロック中の敵すべてを攻撃するようになり、支援装置の効果は効果対象のブロック数と防御力を上昇させるものに変化。さらにスキル発動中は装置は HP を毎秒 2% ずつ失うようになるというもの。スキル1をセットした状態の支援装置は前方にいる味方の防御力を最大でプラス 25% するという効果に変化。この防御力上昇効果は対象となる味方の防御力に依存するので、対象の防御力が高ければ高いほど上昇値も大きいものとなります。そして支援装置による効果は重ね掛けが可能。同じ対象に支援装置を2つセットすることで効果は2倍となります。つまり、昇進2の状態であれば支援装置の防御力上昇効果はプラス 25% なので、2つ使用で 50% になるという形。なので、元々の防御力が高い星熊に2つセットすれば、常時防御力は1700弱まで上昇することになります。なお、支援装置は無敵ユニットかつ、高台と地上のどちらでも配置が可能なので、配置場所を問うことはありません。なので、配置場所に困ることはまずないでしょう。スキル発動中はナスティの攻撃力と防御力が上昇、さらにブロックしている敵を同時に攻撃することが可能となります。とはいえ、ナスティはあくまでも味方のサポートが主体の交渉なので、攻撃力と防御力が上昇しても、殲滅役として活躍できるというよりかは、敵の殲滅にも参加できるという程度の上昇幅なので、おまけ程度の効果といったところ。交渉である以上はスキル1は、ナスティが本体ではなく、支援装置が本体となります。スキル発動中の支援装置は対象の防御力を大きく上昇させた上でブロック数をプラス1するため、装置を2つセットした場合は対象の防御力はプラス 110% され、ブロック数もプラス2となります。そのため、仮にナスティに使用したのであれば、最大で4体の敵を同時に攻撃できるオペレーターとなり、防御力も重装クラスまで上昇することに。ただ、やはりこのスキルを活用するのであれば、複数の敵を攻撃できるオペレーターを対象にするのがいいでしょう。例えばブロックしている敵すべてに高い灼熱損傷を与え続ける U のスキル2と組み合わせれば、U のブロック数は7まで増加するため、一度に大量の敵を灼熱爆発で殲滅しながら敵をブロックし続けることが可能。防御力や術耐性が高い敵を短期間で殲滅できるので、ほとんどの状況に対応できます。あるいは防御力上昇効果は得られませんが、ウルピアヌスにセットして攻撃力5000超えの5体同時攻撃スキルとして運用するのもいいかもしれません。いずれにせよ、このスキルは同時攻撃可能なオペレーターと組み合わせることで進化を発揮するスキルであると言えます。
なお、支援装置はスキル発動中は HP を毎秒 2% ずつ、つまりスキル発動1回で 80% の HP を失うので、フルに発動できるのは1回だけ。また、スキル終了と同時に得られる支援装置は1つだけなので、常にフルで2個使い続けることはできません。そのため、あえてスキルは使用せずに防御力上昇効果の恩恵だけを受けるという使い方もありでしょう。スキル1はロベルタのスキル2の強化版とも言えるようなスキルで、味方の防御性能を大きく上げることに焦点を置いた効果を有します。一方でスキルアイコンは赤ではありますが、火力面の上昇はかなり控えめ。火力強化はあくまでもおまけ程度に考えた方がいいでしょう。スキルレベルに関しては特化を行ってもブロック数の増加などはなく、単純にステータスの強化だけなので、7で据え置いてしまって構いません。スキルには支援装置の効果が設置後、徐々に HP を回復し、活性化時 0.5 秒ごとに HP を1失い、前方にいるオペレーターの SP を1回復し、ナスティの最大 HP の一定割合のバリアを付与する効果に変化。スキル発動時、ステージに配置されている全ての装置を活性化させ、ナスティは攻撃を停止。そして、ナスティ自身に 0.5 秒ごとに最大 HP の 10% のバリアを付与するという効果。スキル2の支援装置は、昇進1であれば2、昇進2であれば3の初期 HP を有し、装置の HP は装置のスキルでのみ回復が可能。つまり、スキルレベル7なら6秒ごと、特化1以上であれば5秒ごとに1回復。昇進1であれば最大 HP は7、昇進2であれば8となります。スキル発動後はナスティは攻撃を停止して 0.5 秒ごとに HP の 10% のバリアを獲得。支援装置は自身の HP を 0.5 秒ごとに1消費して対象に SP を1、ナスティの HP の 5% のバリアを付与します。つまり SP 面は装置1台あたり最大で4秒でプラス8の SP を付与するというのがこのスキルで、支援装置を2台使用すれば通常だと配置から発動まで15秒かかる週のスキル3もわずか3秒での発動が可能となります。なので、ステインレスが長期的な SP ブーストを得意としているのに対して、こちらは短時間の SP ブーストが得意。スキルの初動や穴埋めに適した性能であると言えます。一方で先ほども解説した通り、SP の回復には支援装置の HP を消費する必要があるので、配置して即座に SP ブーストというわけにはいきません。いわば支援装置の充電が必要で、最大まで充電するのであれば、25秒の充電時間が必要となります。配置して即座にスキルを発動する環境を作りたいのであれば、あらかじめ装置をセットしてスタンバイする必要があるというわけです。とはいえ、ナスティの配置場所自体は問わないので、配置コスト以外は大きな問題にはならないでしょう。他のオペレーターとの組み合わせを前提として考えるのであれば、モンスターのスキル2との相性が良く、モンスターのスキル2は発動に必要な SP が少なく、攻撃速度上昇効果はスキル終了後も10秒間継続するため、ナスティのスキルサイクルが32秒に対して、モンスターのスキル継続時間が30秒なのも相まって、ほぼ永続的にモンスターの強化された攻撃速度上昇効果が適用されることになります。手順としても簡単で、支援装置を設置してからモンスターのスキルを発動。モンスターのスキルが切れたタイミングでナスティのスキルを発動して SP をブースト。そして再びモンスターのスキルを発動させながら支援装置を設置するだけで、強化された攻撃速度上昇効果がほぼ永続化します。映像は早送りしたものになりますが、通常ではソーンズ一人では倒しきれないレバナントも殲滅しきることが可能な上、当然ながらモンスターの回復性能も常時強化された状態となるので、毎回支援装置の設置という手間はかかりますが、お手軽な永続回復強化スキルとしても使えるでしょう。スキルには事前に準備することで対象の SP を一気に増やし、同時にバリアで保護も提供するという、これまでなかったタイプの SP ブーストスキルで、初回発動までに時間を要するタイプのオペレーターのスキルの初速を一気に早めたり、スキルサイクルを縮めたりといった形で味方のサポートが可能です。事前準備が必要という性質上、ナスティ含めて配置した瞬間に発動というわけにはいきませんが、先ほど紹介したモンスターとの組み合わせのようにサイクルが噛み合えば事実上の永続化も可能というのがこのスキルの強みの一つでしょう。スキルの特化に関しては支援装置の必要 SP が5に減少する特化1を推奨します。スキル3はセット時、支援装置の効果が前方に遠距離オペレーターが配置可能な高台の建設及び強化に変化。スキル発動時、ナスティの攻撃力と防御力が上昇、装置の高台装置の SP を回復する効果が倍増するというもの。スキル3で支援装置を配置すると、その前方に高台の建設現場を設置。
支援装置はその高台の建設現場に対して SP を毎秒1提供し、高台側の SP が50に到達すると高台レベル1が完成します。支援装置は同時に2つまで設置が可能なので、実質的には約25秒で建設が完了するという形。高台レベル1の建設が完了した直後から、その高台には遠距離オペレーターが配置可能となりますが、高台というよりかはオペレーターを配置できる通常ユニットという扱いなので、実際の挙動としては HP4150、防御力385、術耐性25、ブロック数1を持つ攻撃しない召喚物として扱われます。また、高台レベル1の上に配置されたオペレーターには HP と攻撃力をプラス 20% するバフを付与するので、事実上の味方強化スキルとしても機能します。そして、高台は支援装置で引き続き SP を補充すると、レベルが1から2に上昇。高台の各種ステータスが強化された上で、バフ能力も強化されます。高台の強化は最終的には3回、つまり高台レベル3まで存在し、レベル3に到達すると高台のステータスとバフ効果はさらに強化された上で、ナスティを撤退させても高台自体は消滅しなくなります。また、高台自体は配置枠を消費しないので、ナスティを撤退させた場合は配置ゼロで高台のみ残るという形です。そのため、高台レベル3になれば、ナスティも支援装置も必要がないといえばないのですが、先ほども述べた通り、高台はあくまでも遠距離オペレーターを配置できる通常ユニットでしかないので、敵から攻撃を受けるとダメージを受けますし、HP が0になると上に配置されているオペレーターもろとも撤退することになります。敵ユニットは高台では障害物のようにルートを変更することもしないので、配置場所次第ではダメージを受け続けることになります。この受けたダメージを回復するのが支援装置の役割で、支援装置は高台の HP を毎秒 1% ずつ回復させ、自身は毎秒 2% ずつ失うという挙動を取ります。つまり、支援装置1台につき、高台の HP を 50% 回復するという形です。なので、逆に言えばナスティや装置を撤退させてしまうと、高台がダメージを受けても回復できないということになります。もっとも、あくまでも高台はユニットなので、リジェネなどを使えば絶対に回復できないというわけではないですが、ただ、配置場所を制限されず、無敵の支援装置と比べると不自由なのは確かです。スキル発動時の効果は、この高台建設速度と高台の HP 回復速度を大幅に上昇させるというもの。どちらも倍の速度で装置が動くようになるので、ブーストスキルとして用いると良さげ。なので、高台がレベル3になるまでは連打、レベル3となった後は適時高台の回復スキルとして用いるといいでしょう。高台と相性が良いオペレーターとなると、やはり現在だと一番手に上がるのはセイレイプラマニクスでしょう。セイレイプラマニクスは攻撃範囲が全方位に広がっているので、いわゆるお立ち台に配置した時の制圧範囲がかなり広く、また、HP バフによって林魚シルバーアッシュのリジェネ効果も強化されるので、単独で配置をしても他の遠距離オペレーターと比べてもなかなか撃破されません。高台設置の分、スキル発動はやや遅れることになりますが、それに見合った制圧範囲を見せつけてくれるでしょう。高台を自由に置けるということは、どこにでも直線ラインを生み出すことが可能ということであり、イフリータも相性が良いオペレーターの一人と言えるでしょう。また、イフリータのスキルダメージの計算から見ても、高台のバフは相性が良く、スキル2、スキル3両方とも活躍できます。高台の設置によって、こちらから敵に向かうといったこともできるので、インファイトが得意なナラントゥヤを敵の間近に配置することも可能。特にスキル3を用いれば、高防御力のボスなどにダメージを与えつつ、回避とダッシュで敵の攻撃を耐えてくれるでしょう。スキル発動中のナスティの火力に関しては、可もなく不可もなくといったところ、こちらもスキル1と同じく戦えなくはないけれども、戦力として数えるにはやや心もとないといったところでしょう。スキル3は高台マスを生成するという地形そのものを変える効果を有し、現時点では唯一無二な効果となっています。ただ、こちらのスキルもこのスキル自体がメインとはならず、あくまでも遠距離オペレーターをサポートするもの、強力な高台オペレーターを編成してこその性能です。以上のことから特化レベルに関しては単なる高台生成スキルとして使用するのであれば7で十分。高台のバフも使いたいのであれば特化3まで強化するといいでしょう。ナスティの基地スキルは製造所に関するものが2つ。1つ目は製造効率をプラス 25% するもの。2つ目は基地内にいるライン生命の人数に応じて最大で 15% の純金製造効率が上がるというもの。ラインテクということからドロシーとの相性が良く、同時に編成することで製造効率はプラス 75% され、そこにさらに左右サイレンスを編成することで効率はプラス 110% まで上昇します。
そこからさらに製造効率を上げたいのであれば、同じく基地内のライン生命オペレーターの配置数に応じて、ドローン回復効率が上がるミュルジスがおすすめ。問題は左右サイレンスやソコーアステ G には威嚇のせいかライン生命陣営としてカウントされないので、すべての面において高効率を叩き出せるメンツがまだライン生命には揃っていないという点ではありますが、ナスティは支援装置を用いてこれまで実装されてきたオペレーターとは異なる形で味方を支援するユニークな性能を有し、短時間での SP ブーストや高台を建設するという他のオペレーターでは真似できない芸当が可能です。一方で性能自体がサポートに割り振ったものとなっているので、本人が戦況を変えるタイプではなく、味方が戦況を変える手伝いをすることに特化しています。そのためナスティは必須なオペレーターではないものの、代替が効くわけでもないという戦術の幅を広げることだけに特化したオペレーターでもあると言えるでしょう。ナスティのスキルの特化目安は上記の通り、先ほども述べた通り、ナスティのスキルはサポートに特化しているので、スキル特化が必須なオペレーターというわけではなく、スキル未特化でも必要な仕事をしてくれます。その上で特化はその仕事のパフォーマンスをさらに上げるという形なので、最低限の仕事をしてくれれば良いという程度であれば特化の必要はありません。その上での特化のおすすめとなると、高台のバフ性能が上がるスキル3が最もおすすめです。時点だと支援装置の HP 回復頻度が上がるスキル2が良さげでしょう。ナスティの X モジュールは支援装置の最大所持数増加と配置コストの減少、さらに素質1の強化が行われます。特にステージ3の装置同士の連携効果はかなり強力で、対象となるオペレーターや高台装置の周囲に設置可能マスが1マスしかなくても、支援装置を連結するように配置方向を合わせることで、対象と接点を持つ支援装置が連結した装置の数だけの効果を付与するようになります。つまり運用の柔軟性が上がる強化内容となっているので、モジュールを装備するのであればステージ3まで上げることを強く推奨します。以上でナスティの紹介及び解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。頭上の組閣層を見ろ。それが遥かに手の届かぬものに思えるか？それとも、その成り立ちと解体する術を理解しているのだろうか？クリステンは自分の選択に意味があると信じた。そして私はその意味を必ず成立させる。ドクター、私は君の立場がどういったものであるかを知りたい。